感じに撮れたかな。でさっきね、南から北にこう登ってってる人に聞いたら、向こう側がね晴れて、向こう側はねちょっと晴れてるみたいですね。なので天候はこれから良くなる予定でございます。よっしゃ、モロベイまで行きましょうか。すげえなんかいきなり視界が色ついた感じ。おお、なんだこれは。すげえ、めっちゃ綺麗。何これ、やべえな。なんかね、いきなり晴れてるんですよ。いきなり晴れて慌てて GoPro 起動したんですけどね。なんだろう、そんなに好きな遺跡みたいな。めっちゃ綺麗。やばやば、クソでけえ橋がある。あの人らの言ってたことは間違いじゃなかったですね。すごいなんかね、さっきまで灰色の世界だったんですけど、いきなり視界に色がついた感じしますね。なんかテンションの上がり下がりが激しすぎて疲れてきますね。すげえ、断崖絶壁や。いいね、すごいですね。太陽出るとこんなに色つくんですね。緑と青。あ、またちょっと霧がかってきたな。ほんの一瞬でしたね。ほんの一瞬でむちゃくちゃ綺麗だったな。なんだこの道。いやーいいね、1号線いいね。そんなに美味しくはないですけど、カフェとかに入ると高いんで節約です。これでも9ドルですからね、このちっこいサンドイッチで。じゃあ行きましょうか。晴れてますね、いいね。綺麗、すげえ、水平線と雲。うおー、すげえ、これは気持ちいい。すげえ、すげえっすよ。何ですかこれは。すごいね、1号線すごいね。ロサンゼルスについてしまうのがなんか惜しい感じがしますね。あ、そうそう、今から行くロサンゼルスで、南のカリフォルニアにあるんですけど、南のカリフォルニア、英語で言うとサザンカリフォルニアなんですけど、を略してソーカルっていうみたいですね。でスタート地点のサンフランシスコ、あれ北のカリフォルニアにあるんですけど、あそこのことは、英語で言うとノーザンカリフォルニアなんですけど、それを略してノーカルっていうみたいなんですよ。そう、何をこっち来て初めて知ったかっていうと、ソーカルとノーカルでなんかね結構バトってるらしいんですよ。喧嘩じゃないですよ、全然喧嘩じゃなくって、こうじゃれ合いみたいな感じなんですけど、ノーカルとソーカルって同じカリフォルニアとはいえかなり距離が離れてるんで、気候が違うわけですよ。で気候が違うとなんか人のなんつうの生活スタイルみたいなのも変わってくるわけですね。だからこうノーカルの人とソーカルの人ってなんか若干違うらしいんですよ。だからからかわからないですけれども、すげえ言いにくいな。だからかわからないですけれども、
いやだからかわかんないですけど、ロサンゼルスの野球のチームなんだっけ、ドジャースと、サンフランシスコがジャイアンツかの対戦は結構盛り上がりますね。多分ね、日本でいうと、東京と大阪みたいな関係なんだと思いますね。別にいがみ合ってるわけじゃないけど、まあ、じゃれ合い半分こう競い合ってるところがあるような感じがあるみたいですね、北と南で。はい豆知識でした。海広すぎだろ、やばいな。もしアメリカツーリングすることがあれば、ぜひ1号線通ってみてください。これね、これは行く価値ありますよ。おお、ダイナミック、この上ねえな。なんだここ、なんだあれ、決闘場みたいなのがあんだ。ヨーロッパもすごかったけど、いやアメリカもすげえわ。ヨーロッパの時って海見ましたっけ？見てないですよね、海は。いやー、地球は素晴らしいですね。誰でしたっけ？地球に生まれてよかったーっていう芸人さん、なんだっけ、名前忘れてた。あれを思い出しましたね。すごっ、おお、登ってく。そうだ、さっき1号線来た方がいいですよって言いましたけど、1個注意点があって、電波ないですね、ここ。海沿いだからしょうがないのかもしれないですけど、こんな観光道路なんですから、人がいっぱいね往来するんですから、電波入れときゃいいのに。友達から何個か LINE が来てたんですよ。多分電波がある時に届いたやつがあったんですけど、全然返信できないですね。うおー、高っ。落ちたら死ぬかなとか思ったけど、当たり前ですね。久々だな、この感覚。この言葉が足りないやつ、すごいとか綺麗以外のね、なんか表現する言葉がちょっとね出てこないですけど、でもすごく綺麗です。なんだこの圧倒感は。牛めっちゃ草食ってる。景色には見向きもしないですね。すごいね。1号線は変化が続きますね。海と山と一本道、ここはすげえ。1号線が有名な道になる理由がよくわかりますね。これは1回は撮った方がいいな。ロサンゼルス、80円前ですね。なんだこの圧倒的な道路は。